どうもお世話になっております。トルネドです。以前作っていたチャット GPT アプリに独自データをその場でユーザー設定できる機能を追加しましたので、今回はそのデモンストレーションとなります。追加したのはここです。データ学習と書かれたテキストボックスが追加されていますね。デフォルト状態では知り得ない情報を質問してそれに答えられるかというテストをまずしてみようと思います。ネット上で2023年に公開されたデータをもとに実験してみますが、なんとなくこの IT 補助金制度について回答をくれました。本筋はここではないので検証まではしてないのですが、ハルシネーションかもしれません。今回はこの株にある FAQ に答えられるかという実験なのですが、まずは学習前の状態です。なんとなくらしい答えは返しますが、内容に具体性がないですね。ここでエージェント機能をオンにして Web 検索機能を有効にしてみます。 FAQ にある内容を質問したところ、英語で回答できないと返されました。では学習させます。いろいろ試したのですが、 HTML をそのままでは無駄な情報が多いため、一旦 PDF 化して読み込ませます。そしてエージェント機能とこの学習データの参照を促すために用意したカスタマーサポートとして社内情報を確認しながら対応する役割を使います。さてどうなるか。はい、出ました。今回は FAQ に掲載されている連絡先の電話番号と URL をしっかりと教えてくれました。仕組みとしてはラングチェーンのライブラリにある PDF ローダーの機能を利用して読み込んだファイルを学習データに変換して行っています。もちろん多数のデータを事前学習させるケースがほとんどで、このアプリにも対応できますが、こういった個別のデータをリアルタイムで読み込ませたいという要望は多いと思います。アップデートした際に前のデータをどう扱わせるかという課題はありますが、よりサポート現場などで活用するための機能としてこういった機能を実装するのも良いかと思いますね。今回はここまでです。また新しい機能やアプリを実装したらご紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。